2023年現在、日本には長距離フェリーが20近くありますが、第1回目の今回は関西と北九州を結ぶ名門太陽フェリーと阪急フェリーの紹介と両者の比較をしていきたいと思います。本州から九州へツーリングする際や九州から本州へツーリングする際にもぜひとも参考になればと思います。まず関西と北九州のフェリー航路について説明します。この航路は日本で一番の激戦区となっており、2023年現在、名門太陽フェリーと阪急フェリーの2社から4つの航路が毎日運航されていて、それぞれの便で時間や到着地に微妙な差異はありますが、関西と九州を行き来するという点で大きな違いはなく、いずれの便も夕方夜間に出発して早朝に到着する夜間航路となっています。ですので、仕事が終わった週末にこの路線を利用すれば、翌日の休みの早朝から関西や九州方面に出ることができるという非常に使い勝手が良い航路となっています。そしてこの航路は瀬戸内海を横断するため、瀬戸大橋や来島海峡、明石大橋といった海上橋の展望が望める上に、内海なので揺れがほとんどなく、船自体も15000トンクラスの大型船なので、騒音や振動が少ないのも特徴です。船酔い体質の方でもこの航路は快適に過ごせると思います。他にも内海の意外なメリットとして、左右が陸地に囲まれているので、航海中でも携帯キャリアの電波が届きやすいです。船内では暇を持て余すことが多いので、これは結構重宝すると思います。関西と九州のフェリー航路は他にもありますが、北九州関西のフェリーが特に優れているのがやはり運賃の安さでしょう。これは名門太陽フェリーと阪急フェリーによる競合や、関西福岡間は飛行機や新幹線、夜行バスとも競合しているのが大きな要因で、便の多さも相まって利用者には嬉しい限りです。しかも提供サービスは価格に反比例して非常に高いので、現在国内の長距離フェリーの中でもダントツでおすすめできる航路だと断言します。じゃあ4つある航路の中でどれが一番いいのかを優先度に応じて掘り下げてみましょう。客室は名称がカタカナ表記で若干分かりづらいのですが、いわゆる2等室から2段ベッドが並ぶ2等寝台、1等特等といった客室が用意されています。名門太陽フェリーだと2等室がエコノミーで、阪急フェリーだとスタンダードという呼称だったり、デラックスやファースト、スイート、ロイヤルなど言葉だけでは部屋のランクが分かりづらいのが若干難点ですが、選択肢は豊富です。そしてソロツーリングでも強い味方なのが1人用の個室でしょう。通常のフェリーだと個室は少ない上、1人で部屋を利用しようとすると貸切料金がかかったりしますが、本航路は全て1人用の個室が用意されているため非常に魅力的だと思います。1人で利用する場合に2等や2等寝台で複数人で部屋を共有するのは抵抗があるという方にとっても、安価に個室が利用できるのは大きいですね。個室だと阪急フェリーの方が部屋数が多くて、上級ランクのデラックスシングルまで用意されているのはいいと思います。ただ下位ランクの2等寝台だと2段ベッドの入り口が上と下で同じ方向の阪急フェリーと比べて、名門太陽フェリーの方は上と下の入り口が互い違いになっているため、これはいいですね。さらに2便は2段ベッドのツーリストに加えて1段ベッドのコンフォートまで用意されているので、下位ランクに限ると名門太陽フェリーの方が1枚上だと思います。
いずれの船も設備は充実しており、レストラン、浴槽、売店など基本的な設備は揃っている上に、展望デッキやラウンジといった設備も用意されているため、船の上での移動は楽しくなることは間違いないと思います。まさに海が見えるホテルがそのまま移動していると考えていいと思います。阪急フェリーはロビーが5階から7階まで吹き抜けになっていて、開放感があって明るい上に浴槽に露天風呂まで用意されているのはいいです。さらにカラオケルームまで用意されていたり、売店も広かったり、設備については阪急フェリーの方が一番上だと思います。夕食は名門太陽フェリーはバイキング形式、阪急フェリーはカフェテリア方式で内容が異なりますが、どちらも一長一短があって食事も楽しめると思います。ちなみに僕の場合は阪急フェリーのステーキ丼が大好物で、阪急フェリーに乗ると必ずこれを頼んでしまうぐらい病みつきになっています。名門太陽フェリーはバイキングですが、1800円としては中身も充実しているので、安くて美味しいものをたくさん食べたい場合は名門太陽フェリーがおすすめです。なお、名門太陽フェリーの1便に限っては夕食を利用すると朝食が無料になるというサービス付きなので、1便はお得感があります。そして売店で売っているものでおすすめなのは阪急フェリーのパイシューですね。これは結構早く売り切れるので、購入するなら乗船後すぐがいいと思います。阪急フェリーは船内で焼いたパンを食べられるので、パン食の人だと阪急フェリーは嬉しいと思います。この航路が安いことは先ほど説明した通りですが、全ての航路で基本的にインターネット割引が効くため、安価な定価から2割引となっていて非常にお得です。ちなみに2023年10月以降の名門太陽フェリーと阪急フェリーの運賃を見比べてみても、客室やバイクの運賃は定価に限って言えば両社ともほぼ互角であることがわかります。ただこの中でもさらにお得な便があって、それは名門太陽フェリーの1便。なんとこの便のみ定価から3割引きになるという驚異のサービスがあるため、価格重視で考えるならば名門太陽フェリーの1便で決まりだと思います。ということで、換算期にインターネット割引を使った場合、どのような金額になるかというとこうなります。やはり1便の安さが際立ちますね。名門太陽フェリーは単純に定価から1便は3割引き、2便は2割引きの金額となりますが、阪急フェリーは2023年10月から燃油サーチャージと消費税が割引対象外となったため、割引率も名門太陽フェリーと比べると低くなっています。例えば名門太陽フェリーで原付2種でツーリストを利用した場合は8800円、阪急フェリーだと同じ条件で10450円なので結構な差が出ています。しかも名門太陽フェリーはライダーや徒歩客の割引キャンペーンも頻繁に実施してますし、一体どれだけ安いんだという気がします。ただし両社とも盆正月やゴールデンウィークは繁忙期運賃となって定価が上がる上に割引率も低くなるので注意が必要です。そう考えると運賃は名門太陽フェリーの方が1枚ではなく2枚ぐらい安いと思います。ということで、いろんな角度から見てきた名門太陽フェリーと阪急フェリーですが、以前は客室の面で名門太陽フェリーは1人用の個室がなくて、設備も阪急フェリーの方が全てで上回っていたので、ソロツーリングでの乗船は阪急フェリー一択だったのですが、名門太陽フェリーは2015年から2022年にかけて船を何度かリニューアルしたことで、
一人用の個室も用意された上に、設備も阪急フェリーと遜色はなくなり、運賃や割引も名門太陽フェリーの方が若干安いため、2023年現在は名門太陽フェリーの方が若干トータルで上回っているような気がします。ただし予約については名門太陽フェリーはクレジット決済一択ですが、阪急フェリーはクレジット決済に加えて窓口での現金払いも可能となっており、窓口での現金払いに限っては予約のキャンセル料がかからないという親切な設定になっているため、これは阪急フェリーの大きな利点だと思います。そういった点まで加味すると、名門太陽フェリー、阪急フェリーともに利便性はほとんど互角であると言えますね。また、インターネット予約は名門太陽フェリーは出港の3時間前まで、阪急フェリーは正午までとなっています。なお、徒歩に限っては大阪メトロ線とつながっているフェリーターミナル駅が目の前にあって、大阪市街地が近い名門太陽フェリーの方が優位です。最後に、今回名門太陽フェリーと阪急フェリーの比較をさせていただきましたが、動画の中で間違いなどありましたらコメントに指摘いただければ助かります。他、感想や皆様の推しのフェリーも含めたものでも大歓迎です。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。